皆さん、こんにちは。ゆりずマインドカフェのゆりです。このポッドキャストでは、中級から上級の方に向けて、日本の文化や食べ物、価値観、時には心理学などについてお話ししています。ちょっと難しい単語や言葉を使うこともありますが、ぜひリスニングにチャレンジしてみてください。今日は雑談をしようということで、バレンタインデーですよね。バレンタインについてのお話をしたいなと思っています。いつもと違う画角ですが、バレンタインのラッピングをしながら、バレンタインに関する雑談ができたらいいかなという感じですね。さて、皆さんはバレンタインは好きですか？私はね、結構好きなイベントなんですよね。なんでかっていうと、それは公に好意を伝えても大丈夫な日だからなんですよね。合法的に好意を示せる日というか、好意を示すのに免罪符がある日という認識なんですよね。私的には。どういうことか説明すると、日本はちょっとした何かラッピングがあるような贈り物を普段の日常で誰かにすると結構ね、驚かれることが多いんですよね。私の経験だとそうですね。私自身がラッピングのあるプレゼントをされたりしたら、やっぱり驚きますかね。え、何？なんかあったっけ？みたいな感じになりますね。私今日誕生日じゃないけど大丈夫？みたいな、そんな感じになるんですよ。贈り物はあんまり日常的には友達とか恋愛関係にいる人ともし合わないかなと思います。なんかね、コンビニのお菓子とか、ちょっとしたデザートとか、なんか百貨店のケーキとか、それぐらいなら全然ありなんですけど、ある程度の金額のするようなものだったりとか、手作りとかの力が入ったものをいきなり普通の日常であげると、相手は驚くことがあるということですね。もちろんしてる人もいると思うんですけど、あんまり一般的ではないかなという感じですね。でも、バレンタインデーはそういうちょっと高価なものをあげたりとか、手作りのお菓子をあげたりしても、それが受け入れられる日なんですよね。それとともに好意を伝えても、その好意っていうのは必ずしも恋愛的な好きじゃなくて、友達として大切とか、なんか先輩に対して尊敬してるとか、そういう好意ね、そういう好意を表しても、相手も受け入れてくれるオーケーな日なんですよね。だから私は結構好きなんですよね。好きな理由はそれです。で、もう一つ理由があって、ホワイトデーというのが日本には3月にあるんですよ。3月14日にあるんですよね。皆さんの国でもありますかね？これはもらった側、大抵の場合は男性かなと思うんですけど、男性がバレンタインデーにもらったお返しをする日なんですよね。それがあるんですよ。これがあるっていうのが私的にまたいいポイントなんですよね。1ヶ月後にあるというのがいいところです。例えば、普段日常で何かプレゼントを渡すと、日本人は、お返しした方がいいかなとか、いろいろやっぱり考えちゃうわけですよね。でも、バレンタインデーの日は、ホワイトデーっていう日があらかじめ決められているので、返した方がいいよねって考えてる人は、1ヶ月後にお返しをくれるんですよ。で、そこまで深く考えてない人っていうのは、忘れちゃう期間なんですよね。1ヶ月って結構長いよね。1ヶ月空いてるから忘れる人もいる。で、その場で相手に対する負担が重くならないですよね。あげても次のお返しまで1ヶ月あって、忘れる人もいるし、まめな人はくれるし、みたいな。
それぐらいの感じが私の好意を示すのにちょうどいいというか、相手もすぐ返さなきゃって思わなくていい感じが私の好きなポイントですね。さて、ここから一般的な話ですね。皆さんは日本のバレンタインについては知っていますかね？多分皆さんの国と違う部分もあるんじゃないかなと思います。でも知ってる人も多いですよね。基本的な情報としては、日本のバレンタインは女性から男性にチョコレートを渡す、そういうイベントですね。日本の歴史的な文化的なイベントというわけではなくて、商業的なイベントですよね。最近は、恋愛的に好きな人に渡すのが、メインなんですけど、友達にあげる友チョコとか、自分にあげる自分チョコとかありますね。あとはだいぶ廃れてきましたが、会社とかであげる義理チョコとかもありますね。いろんなチョコがあります。今、一番シェアを占めているのは、実は自分チョコらしいですよ。最近の日本のバレンタインは、もはや男性のためというよりも、女性が自分のために最高級のチョコを買いに走るイベントみたいになりつつあるみたいです。最近見た、とある百貨店のバレンタイン意識調査を見たんですけど、本命チョコの平均予算が5573円なのに対して、自分用の自分チョコは1662円だったらしいです。面白いよね。自分の方が高いっていうね。自分チョコの方が今は流行っているらしいですね。でも考えてみたら、確かに男の人って高くて美味しいチョコレートをあげても、あんまりだったりするんですよね。去年だったかな、夫が私の母からバレンタインに高級チョコをもらったんですよ。だけど、もうね、食べ方がすっごく雑で、どんな感じかっていうと難しいんですけど、パク、もぐもぐ、ごくん、パク、もぐ、ごくん、パク、もぐ、ごくんっていう感じで、なんかもう全く味わってない感じだったんですよね。なんかもうまるでスナック菓子食べてるみたいな感じでしたね。ちょっとね、あげるのもったいないって思う気持ちもわかるかなって、私は思います。今のはバレンタインのチョコを買うっていうお話でした。ですが、皆さんはバレンタインにあげるものは買う派ですかね？それとも手作りする派ですか？人によって違いますよね。私はね、今ラッピングしてるからわかると思うんですけど、基本的には毎回手作りのものを渡すんですよ。これはたまたまかもしれないですけど、今までお付き合いしてきた人が手作りの方がいいって言ってたからですね。何回か市販のものをあげたような記憶もあるんですけど、基本はみんな作って欲しいって言うから、私の素人の手作りのお菓子を渡すことが多いですね。手作りが欲しいっていうのは、愛情を求めてるからなのかなって思います。日本だと手作りは愛情はこもっているってポジティブに捉える人が多いんですよね。有名なのだと日本のお弁当とかかな。あれも手作りで凝ってて毎日作るからすごいよね。でもバレンタインに関して言えば、付き合っていない段階で手作りのものをあげたりすると、あんまり仲良くなかったり、まだ関係性が遠かったりすると、ちょっと重い、負担に感じるって思われる可能性も高いです。でもね、男の子は結構喜ぶ人も多いかな。ちょっとわからないですけど、人によりますけどね。皆さんの国ではこういう重いっていう感覚はあるんですかね？私的には何が重いのかっていうと、暗に求められていることへのプレッシャーかなって思います。
手作りってあなたのために時間を使いましたっていうメッセージになるんじゃないですか。それってつまり、あなたとの距離を一段近づけたいですっていう意思表示として捉えることもできると。日本って関係性は一歩一歩ちょっとずつ上がっていくような文化ですから、急に何段か飛ばされるような感覚で近づいてこられると、びっくりして、負担になるのかもなって思いますね。バレンタインに手作りを渡すのは結構明確な意思表示ですよね。日本って割とはっきり言わない曖昧な文化があるじゃないですか。好きっていうのも、言わなくてもお互いの間ではなんとなくわかるというか、実際彼氏彼女になりたいのであれば、告白というステップがあるんですけど、行為自体は、言わなくてもお互いの中ではわかりますよね。でも、手作りってその曖昧さが消し飛びますよね。めちゃくちゃ具体的なんですよ。時間も使ってるし、材料も買ってるし、あなたのために何時間も考えましたっていう動かぬ証拠が目の前にあるわけで、なので、受け取る側も、ちゃんと受け止めないといけないなって感じてしまって、自分に準備ができてたらいいんですけど、できてない場合は重いとかしんどいってなるのかなって私は思いますね。あとそうだな、バレンタインで言えば、日本だと手作りのものは嫌っていう人も稀にいるんですよね。重いとは別の理由で、プロが作ったものじゃないから、どんな環境で作っているかわからないっていう、衛生的な面でのリスクを感じるみたいな感じですね。最近はちょっと潔癖症の人も多くて、おにぎりとか、人のお母さんが握ったおにぎりは食べれないとか、そういう人も割と多くなってきているので、それと同じですよね。だから私は友達にも手作りをあげるんですけど、本当に仲のいい人で、かつ手作りに嫌悪感がない人にしかあげたことがないなっていう感じですかね。私が逆の立場、もらう側の男の人の立場だったら、絶対ね、市販品がいいって言うんですけどね。普段買えないようなお店のチョコとか、絶対そっちの方が美味しいし、食べてみたいなって思いますよね。でも日本の男の人は手作りの方が好きなイメージがありますね。どうなんだろう。これは私がたまたま付き合ってきた人が、何人かの人がそうだっただけかもしれないですね。毎年さ、手作りすると余るから、それも結構大変なんですよね。夫とか、夫の前は彼氏がいたんですけど、彼氏にあげる分を除いた残りは自分で全部食べてたら、太ってしまうので、それは私が好きな友達とか先輩とかにあげることが多かったですかね。親とかにもよくあげてましたね。わざわざバレンタインのために会うってことは友達の場合あんまりないけど、スケジュールが合えば渡すっていうことは今までは結構多かったかな。でも今年は名古屋に住んでいて、友達は大阪にいて遠いし、親も大阪なので、なかなか配るっていうこともできなくて、結局自分で消費しないといけないっていう感じですよね。太っちゃうので、ちょっとどうしようかなって今悩んでます。冷凍しとくのもいいかもしれない。ちょっと悩みどころですよね。皆さんの国では友チョコとか義理チョコとかあるのかな？私はね、好きな人にしかあげたことないから、義理チョコはしたことないかな。好きチョコしかしたことないですね。ちなみに好きチョコっていう言葉は今作ったので、多分ないと思う。日本に多分ない言葉だと思いますけど、昔は会社で全員に配るのがマナーみたいに言われてた時期があったんですよ。怖いですよね。最近はもう負担が大きいとか、一種のハラスメント、義務化されてて、じゃない？みたいな声もあって、
やめようねって禁止する会社も増えてきてるんですよね。義理チョコに関しては。まあ、回り回って自分に対してでも、友達でも好きチョコだけ残っていく。なんかこう、純粋な感謝とか、恋だけのチョコが残っていくのは、なんか健全な変化な気もしますよね。よく考えたら義理チョコの意味は、私あげたことはないけど、やってる人を見てて、ちょっとやってる意味はわからない。やらないといけないと思う気持ちは理解はできるけど、もらう側も義理かって思うから、なんかお互い幸せになってないなって思ってました。でももうそれも廃れてきたし、私はバレンタインはいいイベントだなって思います。素敵なイベントですよね。皆さんの国でもバレンタインは素敵なイベントですか？手作りが重いと感じる文化はありますか？それとも手作りこそ最高という感じでしょうか？面白いエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。では、皆さんも素敵なバレンタインを過ごしてください。今日はこの辺りにしましょう。バイバーイ。